電磁気学ってたくさん方程式が出てきて、なんだかごちゃごちゃに感じますよね。多くの人がただ式を暗記しようとして結局挫折しちゃうんです。でも大丈夫。今回のこの解説で複雑に見える電磁気学の体系図、これをゼロから完全にロジカルに組み立てていく方法を一緒に見ていきましょこの図見たことありますよね。これを丸暗記しようとするのははっきり言って一番の遠回りなんです。なぜかっていうと、本質的な理解がないからありえないような書き間違いをしちゃったり、テストが終わったらすぐ忘れちゃったりするんですよ。一見遠回りに見えるかもしれないですけど、この理論の地図を頭の中にしっかり作ることこそが結局は単位を取るための一番の近道なんです。これは未来の自分に投資する学習法です。さあ始めていきましょう。さて、これからこの地図を完成するための旅の工程表です。まず地図を読むための特別な言葉を学びます。次に4人の主役を配置して、そこに宇宙のルールであるマクスウェル方程式を書き込んでいく。さらにその源には何があるのか、ポテンシャルを探って、最後は僕たちの身近な電子回路とのつながりまで見ていきます。一歩ずつ着実に進んでいきましょう。はい、では最初のセクションです。この図を組み立てていく前に、まずこの地図を読み解くための特別な言葉、つまり分析の道具をいくつか導入しますね。さて、ここからが重要です。この地図を読み解くために、この解説の中だけで使う5つの特別な言葉を定義します。これが全体の骨格になるんで、しっかり押さえてくださいね。まず、強約。これは掛け合わせるとエネルギーとか仕事率になる、そういう変数のペアのことです。次に、ボルト系とアンペア系。これは単位にボルトが入るかアンペアが入るかで分類するだけですね。そして最も重要なのが、この解説オリジナルの造語、司教的と資料的です。司教的っていうのはデンバリーみたいにその点での強さを表す性質。一方で資料的は時速密度 B みたいにある面積を貫く束の量に関わる性質。こんな風にイメージしてみてください。それではいよいよ電磁気学の4人の主役 E、D、H、B の登場です。彼らを私たちの地図の上にどう配置していくか見ていきましょう。さあ、ここから地図作りが本格的に始まります。主役たちを配置するんですが、ここで一つものすごく重要な注意点があります。この図は通称 EDH 図なんて呼ばれますけど、配置するときは必ず時計回りに E、D、H、B の順番なんです。もう一度言いますよ。E、D、H、B の順番です。この順番こそがこの後のすべてのルールの基礎になります。これで縦軸が電場と磁場、横軸がこれから定義する K を表す基本的な座標軸ができました。この表がさっきの特別な言葉を理解する鍵になります。まず横軸の関係を見てください。 E と B がボルト系、 D と H がアンペア系ですよね。そしてここが本当に重要なんですが、対角線上にいる物理量が同じ性格を持ってるんです。 E と H は単位を見てもらうと分かる通り、マイメートルで場の強さを表す司教的な量です。一方で D と B は単位がマイ平方メートルで場の強みの密度を表す質量的な量。どうです？この対角線の関係、これは絶対に覚えておいてください。さあ、4つの場を無事に配置できました。次はこの場たちがどうやってお互いに影響し合うのか、そのルールを支配する物理法則、つまりマクスウェル方程式を地図に書き込んでいきましょう。これが4つの場をつなぐルール、マクスウェル方程式です。まず横方向の矢印。これは物質の性質、つまり誘電率エプシロンとか等時率ミュを介した関係式で、さっき言った強約な変数同士を結びつけます。そして縦方向の矢印。これは一方の場が時間変化するともう一方の場に渦を発生させるっていう関係を表しています。これって物理学でよく出てくる連続の式、つまり何かが保存されながら流れていく様子を表す式の一種と考えることができるんですね。さあ、ここが本当に面白いところですよ。実はさっき定義した司教的と資料的っていう性質がマックスウェル方程式に出てくる数学の演算子とびっくりするくらい綺麗に対応するんです。司教的な E と H は渦を表現するロト、つまりナブラクロスとすごく相性がいい。一方で資料的な D と B は湧き出しを表現するダイバージェンス、ナブラドットと仲良しなんです。この対応関係さえ覚えておけば、どの式にどの演算子がつくかなんてもう一目瞭然ですよね。
実は僕たちが見ている電場や磁場っていうのは氷山の一角に過ぎません。これからそれらを生み出しているもっと根源的な存在、ポテンシャルについて見ていきましょう。電場や磁場は実はもっと基本的なポテンシャルから生まれてきます。それが図の中央にいるスカラーポテンシャルの φ とベクトルポテンシャルの A です。図の左下を見てください。B はベクトルポテンシャル A のロトから生まれてますよね。そして左上では E がスカラーポテンシャル φ の勾配と A の時間微分から生まれているのがわかると思います。これらが全ての場の源泉なんです。ここでもさっきのルールが生きてきます。まず湧き出しに関係する締め量的な場の性質はスカラーポテンシャル φ と強く結びついています。一方で B イコールロット A という式を思い出してください。渦に関わるロットと相性が良かったのはどの性質でしたっけ？そう、締め強的な場でしたよね。このことからベクトルポテンシャル A 自体が締め強的な性格を持つポテンシャルだって考えることができるんです。このルールを使えばどっちのポテンシャルがどの場と深く関係しているかもう間違えることはありません。この図はただの難しい理論物理学の話で終わらないんです。僕たちが毎日使っているスマホの中にある全ての電子工学と回路理論の基礎そのものなんですよ。じゃあどうやってつながっているのか見ていきましょう。この抽象的な場の理論がどうやって僕たちの身近な電子回路になるのか、その答えは空間積分です。図の内側にあるミクロな物理量と外側にあるマクロな物理量はこの空間積分によってつながってるんです。例えば導線みたいな導体の中では電位 φ って場所によらず大体一定とみなせますよね。だからミクロな変数である電位 φ がそのままマクロな変数である電圧 V とほぼ等しい値になる。これが場の理論と回路がつながるすごく重要なポイントなんです。つまり全体の流れはこうです。まずマクスウェル方程式っていう宇宙の根本法則から始まって、それを空間で積分していくことで僕たちが普段使っているコンデンサ、抵抗、インダクターといった集中定数回路の部品が導き出される。まさに物理学が工学になる瞬間ですよね。さあ、いよいよ最後の仕上げに入ります。この図を完成させるために現実の世界でとても重要になる境界条件とか力、エネルギーといった最後のレイヤーを加えていきましょう。まずは境界条件。これは例えば空気と水みたいに性質の違う2つの物質が接する境目の面で電場や磁場がどう振る舞うかのルールです。これも式だけ見ると複雑に見えますけど、実はすごく簡単な覚え方があるんです。この強力な記憶術、ぜひ覚えて帰ってください。驚くべきことにマクスウェル方程式で使った演算子ナブラのドットとクロスがそのまま境界面の方針ベクトル n に作用するんです。ドット積は放線成分の連続性を、クロス積は接線成分の連続性を決める。これだけであのややこしい境界条件の式が全部スラスラ思い出せるようになります。そしてこれが完成形です。4人の主役から始まって法則、源流、そして現実世界の回路や境界条件、エネルギーに至るまで全てが論理的につながった一枚の美しい地図が完成しました。これまでバラバラだった知識が一つの統一されたシステムとしてくっきりと見えてきませんか？これこそが丸暗記じゃなくて理解するっていうことなんです。さて、この強力な思考のツールを手に入れた今、あなたならこれを使ってどんな問題を解決しますか？目の前の試験問題を解くためだけじゃなく、未来のイノベーションを生み出すための道具として、ぜひこの地図を使いこなしてください。